放された最弱勇者、ガチャ進化で無双の頂へ。第63話、中継都市バルドレア。計算が合わないわね。馬車の揺れに身を任せながら、セレスが帳簿を覗く込み、指先で数字をなぞった。昨日までの補給計画と、今日の食料袋の重さ、誰か、途中でつまんだ。怪盗の裾が風をはらみ、金色の髪先がキラリと光を吹く。俺じゃないぞ。ユーマは苦笑して、革手袋越しに頭をかいた。途中の休憩で、馬がちょっと食っちまったって可能性もあるだろう。それはそれで、もっと計算が狂うわ。セレスは細い眉をわずかに上げる。馬の消費カロリー、ちゃんと把握してる。そこまで言われるとは、冗談よ。そう前置きしてから、彼女は小さく息を吐いた。まあいいわ。旅の荷物なんて、世界の縮図みたいなもの。多少の誤差があっても、前に進むしかないってことね。ふふふ。相変わらずだにゃ。イーナが笑い、セレスの隣に腰をずらした。橙色の髪を三つ編みにまとめつつ、視線は窓の外へ向けられている。でも、そのくらい細かい方が助かるにゃ。私、数字はほんと苦手だから。ねえ、ユーマ。セレスがふと声を落とす。馬車って、揺れる割に落ち着くのね。なんだか、数式を考えるには、ちょうどいいわ。そう言って、回答を整えながら、自然な動作でユーマの隣に腰を寄せた。長い髪が彼の肩に触れ、ひんやりとした香りが漂う。数式。ユーマは天井を見上げて、曖昧に笑った。また計算か。食料の残りでも数えてるのか。もっと単純よ。セレスは視線だけで彼を見上げる。あなたと、私と、いいな。誰がどれだけ荷物を持って、どれだけ休めば効率がいいか旅の最適かってやつ。唇の端が、わずかに上がった。不思議なのよ。あなたを計算に入れると、毎回以上値が出るの。それ、褒めてるのか。もちろん、迷いなく。セレスはユーマの腕に軽く触れ、そのぬくもりを確かめるように身を寄せた。あなたがいると、安全率が跳ね上がる。例外にできる存在がいるって、安心するものなの。向かいの席で、その様子をリーナがじっと見ていた。揺れのせいか、頬がほんのり赤い。ねえセレス、少し遅れて。リーナが口を開く。あんまりくっつくと、ユーマも困るでしょ。そうかしら。セレスは涼しい顔のまま、肩を預ける角度をほんのわずか変えた。揺れ止めにちょうどいいの。安全策よ。それに、小さく続ける。彼の腕、驚くほど安定してる。旅する椅子としては、優秀ね。やなにその言い方。リーナは視線をそらしつつ、ユーマの横にすり寄ると両手で膝を抱え込んだ。私だって、ユーマの腕に、そこまで行って口をつぐむ。ユーマは二人に挟まれ、軽く肩をすくめた。おいおい、からかわないでくれ。馬車はコーエクトシファルネラを離れ、北西へのビル街道を進んでいた。広大な穀倉地帯を抜け、やがて福井岡と森が交互に現れ始める。季節はまだ初春のはずなのに、空気にはどこか張り詰めた冷たさがある。ねえユーマ、イーナが窓の外を指さした。あれが、例の町、進行方向に、大きな石造りの外壁と、見張り塔がいくつも連なる都市が姿を現していた。門前には旅人や商人の列ができ、護衛の兵士たちが通行証を確かめ、静かな緊張が漂っている。ユーマはうなずき、革袋から地図を取り出した。大都市ローダンの外縁にある中継都市、バルドレアだ。補給にはちょうどいい。噂の震源地。ってやつね。セレスは窓枠に肘をつき、薄く笑った。こういう街の酒場には決まって転
気が一段重くなった。鳩の多さと声の洪水、それだけならどの交易都市にもあるけれど、この町にはざわめきの底に張り詰めた何かが沈んでいた。通り沿いの露店には剣や槍、勘に防具が所狭しと並び、乾燥肉や保存食、薬草の束が乱雑に積まれている。商人たちは声を張り上げ、目をはたき合い、笑顔を作っているが、その合間を縫うようにくふるした街灯を羽織った人々や包帯を巻いた兵士の姿が目についた。肩を落とした背中、視線を伏せたまま歩く足取り。カップと不安は同じ通りで同時に息をしている。なんか思ったよりもピリピリしてるにゃ。イーナが耳を伏せ声を潜めた。戦況が悪化してる証拠よ。セレスは通りを一別し淡々と言った。あとはね、不安なとこほど声が大きくなる。飲んで笑って騒いでそうしないと夜を越えられないから。よくある話を。ユーマは答えず、二人を促すようにお蝶を早めた。町の中央広場に面したあときは大きな木造の建物。年季の入った看板には勇者の角笛亭の文字。ここだ。昼間だというのに扉の向こうはすでに満席だった。扉を押し開けた途端、熱風とともに酒と燻製肉の匂いが一気に押し寄せてくる。油染みの床、壁にかけられたカツの土立て、揺れるランタンの明かりが水客たちの顔を赤く照らしていた。怒号と笑い声が渦を巻き、断片的な言葉が耳に飛び込んできた。黒煙の城、勇者たちが攻め落としたらしいぞ。おい、それ本当か。おめえ到底落ちないだろうって言ってたじゃねえか。いや、確かな筋から聞いたんだ。ついにあの魔女が。でも無事じゃ済まなかったって話だ。仲間を何人も失ったとか冗談だろ。他の前線は総崩れだってくくぜ。ビューまでやられてるって。もう終わりなんじゃねえか。両方と秘宝が同じ灰の中で混ざり合っている。酔いで赤くなった顔、震える指、振りに笑い飛ばすもの。誰もが噂をつかみ噛み砕き、都合のいい形にして飲み込んでいた。ユーマたちはそんな喧騒をすり抜け、壁際のカウンターの隅に腰を下ろした。椅子は硬く、傷だらけの木の感触が手に伝わる。給仕の少年が忙しそうにグラスを拭きながら顔を上げる。いらっしゃい。何にする？鹿肉の煮込みと黒パン、それにエールを。ユーマが即座に答える。私はミネストラとチーズ。温かいミードにゃ。イーナが続ける。じゃあ私はこの町で一番辛いシチューと冷えた白ワインを。セレスがさらりと言い、視線を客席に走らせた。料理を待つ間もざわめきは途切れない。勇者の戦果、失われた仲間、竜の大技。誰もが明日の生存率を測るように言葉を重ねている。黒煙の城本当に落ちたのかにゃ。イーナがぽつりと言った。勝っても負けても血は流れるわ。セレスがスプーンを指先でくるくる回しながら皮肉っこく笑った。それに今聞こえた話の半分は誇張。4分の1は伝言ゲーム。残りだけが多分事実ね。それでもあの3人が前に進んでるのは確かだ。ユーマは静かにうなずいた。すごいと思うよ。でもあいつらが無事かどうかはわからないし、俺たちは俺たちでもっと力をつけなきゃいけない。その横顔を見てセレスは一瞬言葉を失った。理由はわからない。ただ胸の奥が妙に熱い。ユーマ、あなたって不思議な二